不安なのかなと思います。明日が学校の初日なんです。で誰も、学校の方では新しいお友達とかいないので、本当に学校も一人で行って、全て一人でやらなければいけません。今日は忙しすぎて私お昼ご飯を食べる時間がありませんでした。そういうわけで今日はね、食事をゆっくりといただいていきたいと思います。次女の入学前日という慌ただしい一日が終わりました。これからやっと私のディナーの時間です。今日のディナーは37階のラウンジでいつもと同じサラダ2皿に、これはキュウリのピクルスとオリーブ、そして少しのフロマージュと、これはねクレのチキンのカレークスクス添えですね。それにプロセッコを氷を入れていただきます。このカナダの夕日、モンロワイヤルを見ながらのディナーもなんかだんだん慣れてきましたが、ここってやっぱり特別なんですよね。外を見渡すと高層ビルに住んでいらっしゃる方たちの窓際でのね、ソファーでのくつろぎなんかが見えるんですよ。娘のホームステイ先にも先ほど新しく買ったちょっといろんな道具を届けに行ってまいりました。なんかね、娘が口数が少なくて私的にはかなりちょっと心配なんですけれども、やっぱり寂しいのかな、あとすごく不安なのかなと思います。明日が学校の初日なんです。で誰も学校の方では新しいお友達とかいないので、本当に学校も一人で行って、全て一人でやらなければいけません。で私が中に入っていくっていうことはできるかもしれないんですけれども、極力控えたいと思います。これは彼女の人生であって彼女の選んだ道であります。レールは私が敷いてあげたかもしれません。だけどここからは本人がやるしかないと思っています。いろんなね、あとやらなきゃいけない交通カードを作ったり、そのための書類を先生にくださいと言ったり、こまごましたことを自分で周りの人にお願いしてやっていかなければなりません。一緒にその後やるのは私が手伝いますけれども、彼女が学校でいろいろとお友達なり、先生なりに聞いてやっていかなければなりません。新しい iPad をもらってそれをインストールして学校でお勉強に使っていきますが、そういったことも、自分でやっていかなければなりません。もう高校生ですから、国は違えどここの共通言語はフランス語であります。彼女の母国語はフランス語です。なんとかなると思います。これはね、今は辛いかもしれない。だけどいつも最初だけがこの、ストレスがいっぱいで不安だらけなんですけれども、ここを乗り越えるともうどんどん楽しくなってくると思います。あとは楽しいことしかない、そういった思いで彼女も頑張っていってほしいなと思います。明日大丈夫。えみちゃん、今日はお疲れ様でした。
カナダのケベックの学校初日だったけれども、いかがでしたか？いいよ、ゆっくり食べて。今ね、ちょうどお昼ご飯で学校にお迎えに行って、一緒にホテルのラウンジにこうやってお食事持ってきて、2人でランチをしながら、今日の感想を話してます。で、この貴重な日のねことを一生の記録に残しておこうと思って、こうやってビデオを撮ってます。はい、エミちゃん、今日学校初日はどうでした？なんか鍵の問題とかいろいろあった。 iPad が自分だけまだもらえてなかったとか、鍵っていうかカジエ、日本語で言うとロッカーね、個人ロッカーがなかったとかでもそれエミリーだけじゃなくて他の子もなかったのでね、そういったこととか、初日はいろいろとトラブルっていうのはありますね、でもどうだった？みんな、クラスのみんなは優しかったですか？先生は女の先生？男の先生？本当で、クラスで、バレエをやってる子は何人ぐらいいた？2、3人？3人ぐらい。3人ぐらいで、他にもいろいろやってる子がいるのよね。アートと音楽、そういった他のスポーツとか。他のスポーツ、そうだからね、あそこの学校は女子校だと思ってたら男の子も出てきてたから、あれと思って、そういう特別なコースを取ってる子は男の子も入れるっていうことなのね、で、制服もね、とっても可愛いのね。なんだけど、みんなのスカートが私は短くて結構びっくりしました。エミちゃんは普通の長さのスカートで、おまけにハイソックスだったから、ちょっと日本の女子高生みたいなね感じ。他の子たちはちょっと、カナダでよく見かける超ミニにすごい足くるぶしのソックスの女の子とかで、ちょっとエミちゃんとはね全然違うスタイルだったんだけれども、あとはこれからアテスタションをもらったから、オーパスカードを作りに行かないとですね。で、今日これお昼を食べてから一緒に行きましょう。で、明日から今度はバレエ学校も午後からスタートなんですが、エミちゃんどういう感じですか？バレエする準備できてる？できてる？すごい。お部屋とかもね、バレエのものはここに置くとか、アカデミックな学校のものはここに置くとかね、一緒に全部アレンジしたんですけれども、今日学校にね、いろいろ学校の学用品も半分ぐらい持って行って、学校に置けるのがいいよね。バレエ学校の方もバレエのアイテム、いろんなかさばるものは全部学校のロッカーに置ける、で鍵をかけて置けるので、その点はとっても本当に助かるよね。いろんな重いものを今までフランスにいた時って常に背負って持って移動しなきゃいけなかったから、本当にこのカナダのね制度は助かりますね。本当にありがたいなと思って、もう随分荷物が減ったものね。移動がとっても簡単で、午前中がアカデミックな学校に行ってお勉強をして、その後、午後からバレエの学校に移るんですけども、それも学校間でスクールバスがアレンジされてて、スクールバスで移動。本当に全てウェルオーガナイズ、全てきちっとオーガナイズされていて、本当に
なかなかこういう環境は世界でも珍しいんじゃないかと思うぐらいよくオーガナイズされていると思います。私はとても満足ですね。で、学校の先生もとても親切、どちらの先生もね、本当にわからないこともよく教えてくださるし、本当に協力的で、ものすごく嬉しいなと思うことがあります。まだ今始まったばっかりなので、これからどうなるかわからないんですけれども、本当に子どもにとっては恵まれた環境かなと思います。だからこうやってカナダに皆さん留学しようとする方が世界でたくさんいらっしゃるのかなという感じがしました。えみちゃん、何かある？なんかすごい今日なんか誰も知らないのになんか新しいのだったからすごい緊張してたけど、本当にみんななんか迷ってるのを見ると本当に助けに来てなんか話してきます。現在ベリーウカムという駅にいます。そこから歩いてちょっと5分ぐらいのところに彼女のモントリオールで使える学生割引オーパスカード、交通カード、スイカみたいな感じのものですかね、定期券がもらえますので、そちらに向かっております。校内に入るとスチールフォトの案内がありました。こちらに向かってスチールフォトの方に行こうと思います。どこだ？スチールフォト。ここだ。ここですね。ここに並べばいいのかな。一応4時15分のランデブーを取ってますので入りましょう。この学生割引のオーパスカードを受け取るにはこういった書類が学校に、準備してもらわなければいけません。それと彼女の身分証明書、パスポート、その他にエミリーがこういったね、修学ビザをもらっているので、そちらも持って行ってくださいというコンサルタントさんからのアドバイスでしたので、このように準備をして今この行列に並んでおります。えみちゃん、よかったね。やっと STM カードがいただけました。カード作るのに$15かかったけど、でも無事にできたんだけど、まず外で、お兄さん、青い服着たお兄さんたちにランデブーのスキャンをしてもらって、それで、ID カードとかの確認をしてタンポンをしてハンコをしてもらわないとギシェに並べれないのよね。でギシェではカード作るのに$15かかる。でもそこで年間パスとか4ヶ月間パスをチャージすることはできなくて、別のところに行ってやってくださいって言われたね。これただのオーパスカードだったらどこの駅でも作れるんですね。なんですが、学生割引となると学校の特別な書類が必要で、学校に書類を準備していただいて、それを持ってベルカムの駅に行って、身分証明書と一緒にそれを提出して、でもその前にランデブウェブサイト上で予約をしてから行くという感じですね。それで行ったらいきなりギシェ列に並んでもダメで、その前に手前にいるなんか青い服を着たお兄さんお姉さんたちに、ランデブーの証明をメールとかスマホで来てるSNS、SMS で来てるものを見せて証明をして、で身分証明書を見せて印鑑ハンコを押してもらってからやっとギシェに並べるという、ちょっと
なかなか複雑なシステムがあるんですけれども、それもなんとか、乗り越え、やっと娘もねそのカードを手にしました。でそこではすぐにチャージができなくって、またそれはメトロの方に行ってギシェン駅員さんに言って、1ヶ月だけのものにするのか4ヶ月のものにするのかとかで、私たちは4ヶ月にしました。娘がママがいないからしょっちゅうチャージできないからっていうことでもう4ヶ月にしました。でレシートもいただいて、亡くなった時のジャスティンケースみたいなこともなんとかなると思うようにしまして、ほっと一息。これで9月から彼女のそのパスを使って学校どこでも行けます。そういったいろんな手続きを今日もやってまいりまして、毎日がそうですね、すごい速さで終わっていくんです。私のことは今あんまりできない状況ですね。まずは娘の心理状況とか精神状態とか毎日確認し、あとは事務的なことを全部やってあげて、そこだけをお膳立ててあげてから、あとはまた娘のねもう本人次第ですので、そういったところは私が全部サポートしてあげて、これからは娘一人で頑張っていけるんではないかと期待しております。でもね、好きなことができるっていうことはすごく本人にとっても幸せなことなんですよね。私がね今思い返すと、私も小学校から中学校の頃にものすごいイギリスに留学したかったんです。なぜかというと、その当時の、80s、70s、80s、小学校だと 70s で、中学ぐらいから 80s になって、でその頃ねカルチャークラブだったりデュラン・デュランだったり、私の憧れはイギリスのポップミュージックというか当時の音楽だったんですね。で彼らの歌ってることを一生懸命理解したかったのでレコード買って、でその英語を自分で一生懸命翻訳して何を言ってるんだろうっていうことを一生懸命ね調べてました。わーと思ってね。できればそういった音楽業界の仕事に就けたらいいなと思いつつ、その時はなんとなくですよ、何かそういったね外国からのアーティストのプロモーションだったり、そういった、お仕事に就けたらいいななんて中学生ながらに思いつつ、でもそのためには、英語ができないとダメだなと思って一生懸命英語勉強した記憶はないです。でも好きだったから、ボーイ・ジョージが語ってることって何だろうとか、一生懸命辞書を引き引き勉強したり、あとはミュージックトマトですとか、当時小林克也さんがね司会なさってたベストヒット USA とか何度も英語を勉強するというよりも本当やりたいことがその先にあったので、そのために大好きなアーティストが何を言ってるのだろうかとか、本当に自分の興味の行くところを突っ走ってる感じで、もう全然勉強だとは思ってませんでしたね。その延長で学校の勉強、学校の英語のお勉強もやってた感じなので、一切勉強という意識がなかったのがね非常に良かったと思います。で今回の娘の件についても、彼女ももともとはバレエをやりたくてここに来たんですね。でフランスではなかなか行きたい学校に行けず、でも
アメリカとかカナダでは受け入れてくれるところがあったんですよ。でそういう、流れもあって、で同時に、私的にはヨーロッパだけにとどまるよりもっとイノベーション的に進んでいるアメリカとかカナダとか他の国に出ていく方が彼女にとってはいいんではないかなというインスピレーションというか予感がしたのと、本人もそれに同意したので、本人もすごくアメリカ、カナダ、北米がとても気に入っていて、英語圏に行きたいっていうところがあったので、モントリオールはね、英語とフランス語どちらも通じる素晴らしい都市ですので、本当にラッキーだなと思って、こんなチャンスを逃してはいけないということでこちらに来ております。まだまだね、今週もまだ始まったばっかりですので、明日からはバレエの学校もスタートで、私も今晩から、彼女次女はトーシューズのリボンとか縫い付けることあんまりできないんですね。なので3足分ぐらいに今晩から私ちょっとずつ縫っていこうかなと思います。そうすることでね、数ヶ月は彼女、3、4ヶ月は私の助けなくてもトーシューズこのまま履いていけるんではないかと思います。カナダの学校は、バレエとかスポーツを特別にこうやってる子たちの学校があるんですけども、でも同時に皆さんほぼ学業も全くおろそかにせず、どちらも両立されてるんですね。でフランスでもオレアメナジェといってそういったシステムはあるんですけれども、でも大学レベルで例えばバレエと大学への学業を両立できるのかっていうちょっとクエスチョンなんですけれども、北米では例えばアメリカなどですと、例えばハーバードに行きつつバレエカンパニーにいたりとか、いろんなスポーツをやりつつアイビーリーグの学校にいたりっていう方たちも珍しくないんですよね。それはカナダも同じだそうです。でカナダの学校もコレスポンデンス通信でずっと学べるクラスもありますし、そういった人たちはあらゆるアスリートだったり、そういったバレエダンスとかやってらっしゃる方たちもそういうふうに学業と両立しながら、続けていけるシステムが素晴らしくきちっと整備されてるっていうのは私はすごくいいなと思いました。で娘も勉強をやめたくない、彼女が今はバレエしか考えられないんだけれども将来どうなるかわからない、でも勉強は好きなので続けたいということで考えた結果が今の選択なんですね。ですので、親としてはね、これをサポートしていきたいと思います。で、私の上の娘、長女と一番下の末っ子の長男もなんだかね、カナダのことを結構気に入っているんですね。でもし3人ともこちらに来るんだったらそれはそれでいいかなとも思っています。でモントリオールなんてフランス人もとても多いのでフランス語圏でもありますし、非常に暮らしやすいのかなと私は思っております。そしてすごく思うのが、海外留学っていうのは単なる語学留学とかだったら、短期でもいいと思うんですけれども、基本的に私語学留学っていうのは別にその国に行かなくても
言葉の勉強だけであれば自分本人でできると思うんですよ。私もそうしましたし、当時中学生、高校生、大学生の時なんてインターネットもありませんでしたし、 YouTube とか SNS もありませんでした。だけど一人で勉強してました、やろうと思えばできるんですよ。はい。で、音楽を聴いたり映画を見たり、本当その当時のねできることで私はかなり学びましたね。で、今の子供たちなんて、私の子供たちだけで言うと3人とも英語なんて YouTube とかで勉強してます。学校の勉強のレベルがあまりにも低すぎて、自分たちで勝手に YouTube とかの映画を見たりドラマを見たり、ゲーム実況ですとか、いろんな人たちとコミュニケーションを英語で勝手に取ってますね。で、それで本当にびっくりするぐらい上手です。で、カナダに来ても次女も全く英語に関しては問題ないですね、ほぼバイリンガルですし、というか日本語もできるのでトリリンガルですし、このまま語学というのはあくまで手段です。彼女の場合はバレエをやりたい、ダンスをやりたいっていうことで、フランス語、英語、日本語を使って皆さんとコミュニケーションを取りながらダンスを学んでいく。で、これっておそらく他の何を目的としても同じだと思うんですね。で、ただ英語だけを学ぶとか、ただフランス語だけを学ぶとかっていうのって、その先に何があるのかっていうのがないと、何かね、語学でわからないことがあるとか挫折しそうみたいな時に、本来の目的がないと続かないと思うんです。私の経験上もそうです。でも本当に好きなことがあれば、語学はそのための手段と思えば全く問題ないと思います。だからぜひ皆さん頑張ってほしいなと思います。くじけずに頑張りましょう。はい、エミリー・スママ・イン・パリス。現在は、モントリオールですか、イン・モントリオールですが、いかがだったでしょうか、今日の動画。私にとっても初めての経験、娘にとっても初めての経験、留学っていうのはね、本当一生の記念になるというか、本当に人生の糧になると思うんですよ。本当に彼女にとっては今辛い、ちょっと寂しい、悲しい、大変なこともいっぱいあると思うんですよ。だけどこれはね、きっと彼女にとって本当に重要な思い出になると思います。経験になると思います。これを経験するのとしないのとでは、人間のね、幅の深みの違いっていうのが出てくるんじゃないかなと思ってます。本当に私は次女のことを尊敬してますし、大好きですし、本当に夢に向かってね頑張ってる子供を心から応援したいと思います。皆様も本当にお子様とか周りの方で自分の夢を追いかけていらっしゃる方のことを見かけたら心から応援してあげてください。本当に皆さんね、純粋に頑張ってるんです。どれにも嫌いにならない、それだけ私心に決めておりますが、皆さんももし何か、コメントとかいろいろありましたら、ぜひコメント欄にねメッセージをください。ぜひ番組が面白かったら、ぜひ登録といいねの評価をお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。